はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月全体の星の動きを踏まえた上でのタロットリーディングさせていただきます。お願いします。いつも私前半と後半に分けて星とかねタロットリーディングしてたんですけども、1月ちょっと旅に出てきますので、1月後半のやつはお休みさせていただきます。ですので1ヶ月全体にさせていただきますね。そして旅先から2月分を撮影する予定にしています。なので次1月の後半というか月末までにはね次の動画アップしますね。行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。1月全体です。ワンドエース、ソード4、逆、カップ3、ペンタクルス5、運命の輪、ペンタクルス3、カップ6、はい、気をつけることや対策が、カップのエースとワンドの8逆とオラクルはソードエースって感じ。エース3枚も出てますね。素晴らしい幕開けじゃないですか、これは。1月はですね、ちょっと星の話になりますが、1月の20日ぐらいまでっていうのは非常にパートナー運がいいですので、誰かと一緒に協力して何かをするとか、これまでのパートナーシップっていうのがすごくホクホクするとかね、なんか向き合っていくことがあるとかっていうのがあると思うんですよね。そして1月の6日からですね、逆行してる火星がまた蟹座に戻ってきますので、何か自分がせき立てられるような衝動とか情熱とか何かそういうのがあるかもしれません。これネガティブに出ると他者に対して何かを言いたいとかですね、そういった不満っていうふうに出ることもありますが、よく出るとやっぱり自分のバイタリティとか自分をけしかけるとか何かやる気になるみたいな感じにも使えるので、今なんかそういうふうに出てるんじゃないかなと思います。エースが3枚出るということはよっぽど何かを始めたいとか、よし2026年からはこうするぞみたいなそういった思いがあり、それをやっていけるだけのバイタリティがある、運があるっていうことなんですね。でさらには運命の輪とかも出てますから、まさにその時が来る、そのチャンスが来る、そのタイミングが来るよっていうことで、なんでしょうね、1月中になんだか患者の皆さん何かを決意して進めていけそうな感じがすごくします。前の上半期のところではやはり前半っていうのは何かを手放していくとか整理していくことだよって言ったんですけど、もちろんそれはやりながらでもやっぱりこうだなみたいな思いが多分あるんでしょうね。そして1月の中旬ぐらい、例えば13とか14とかあたりっていうの物事がスムーズに流れていく、自分が決めたことに対して協力者が出てきたり、何かスムーズに流れていくような感じもありますし、また1月の19日あたりっていうのは自分がやりたいと思っていることとか、自分がこれが価値があるって思っていることに対して真面目に取り組みますとか、一つずつ焦らず着実に進めていきますみたいな流れがあるんですね。でさらに1月の20日以降っていうのが少しまたコツコツ頑張ろうとか、ここまで得たチャンスとか関係性っていうものを踏まえてもっと信頼をつかめていこうとか、もっと自分にできることを肥やしていこうみたいな感じで、内側でまたエネルギーが燃え始めるんですけど、なんかカードで見ても非常にいい感じです。それがなので、まず入り口がワンドのエースということなので、とてもやる気に満ちている、絶対何か今年こそは絶対何かしたいんだみたいな思いもあるし、ここに至るまでの例えば12月とか、そこで一つの何か目標達成したとかですね、楽しかったなとか、自分がやったこと良かったなみたいな、そういった思いもあります。ただ今ちょっとこの瞬間はなんだか少し本調子じゃないって感じですかね。これはなんか、もしかしたらちょっと体調が悪いとかね、インフルエンザとかも流行ってますし、そういうので体調が悪いのかもしれませんし、とにかくちょっとね休まなきゃいけないんだって感じもあります。なので無理しないでくださいね。もうそこにやりたいことがあるし、やることが決まってるから早く携わりたいって思いながら、今ちょっと体が動かないんだとかっていうのもあるかもしれないし、無理に急いでいく必要は全くないです。休んでください。その後にいきなり扉が来るというか、ちゃんとチャンスが来ますので、自分で一生懸命こがなくてもチャンスは向こうからやってくるみたいな感じもあります。そしてまたね、ここで協力してやっています。過去にも誰かと協力をして何人かで一緒に物事を達成したとか喜んだっていうのがあると思うんですけど、また1月に入ってからもここでペンタクルの3ということで、また違うメンバーかもしれませんが、いろんな人と関わりながら
もっと大事なものを作っていこうとか、もっとこれからも長く続けられることをやっていこうっていう形で協力しながら何かを作っていってるっていうのもあります。でさらにその後カップの6ということで非常に精神的に満たされてるんですね。やっぱり自分がやることってこれが正しいんだとか、この道がいいんだみたいな感じがあり、自分の中から優しさが湧いてきている。そして自分にその優しさがあるからこそ他者にこの優しさを分け与えられるみたいな感じで、とても余裕がある優しさを提供できるっていう感じがします。これは優しさという言葉で表現しましたけども、その誰かへの言葉かけかもしれないし、実際に自分ができること技術とかを簡単にはいやってあげるよってちょってやってあげたりとか、何か教えてあげたりとかっていうこともあるかもしれません。いいですね。落ち着いてますし整ってますね。なのでぜひ一応カードから言われているのは、自分からちょうど湧き上がってきている、おそらくさっきの火星のエネルギープラスに生かされてるんでしょうね。そのどうしようできないとかっていう焦りじゃなくて、なんかやってみようかな、せっかくだからみたいな、すごくポジティブなエネルギーとして使ってる気がしますし、そうやって湧いてくる自分の感情っていうのはぜひ止めないでください。それも本当に喜ばしいことは喜びましょうみたいな、楽しいことは楽しみましょうみたいな感じもありますし、またそういったものが結構外側から飛んでくるみたいな感じがあるんですね。ここも運命の扉っていうものは自分で必死に開けるものじゃなく、その時が来るから開くんですみたいなのもあり、これもチャンスが飛んでくるんですっていう感じがあるので、何か今の状況の中でチャンスだなって思うようなことがあるんだと思います。でそれにぜひ行ってくださいと、ぜひやってくださいと、自分で切り開いてくださいと、チャレンジしてくださいっていう感じで言われています。なのでこの1月全体のね運勢として言うと、チャレンジだと、始まるんだと、十分その運勢もあるしバイタリティもあるし整ってるよって感じがしました。ただ体力とかそういうのだけもし休みたかったらちょっと休んでねって感じかな。焦らなくていいです、全然。それを踏まえた上でのちょっとお仕事見てみますね。仕事、カップのクイーン、ソード7、カップのナイトということで、まだなんだか仕事に関してはちょっと不確かな部分があるっていう感じがあり、そしてちょっと他者のこととか仕事上で関わっている人のことを少し気にしつつ進めてるなとは思いますが、ここでカップのナイトにカップのクイーンっていうのが出ているので、非常に何か仕事を通して自分の感性が使われるっていう感じですかね。自分の感覚や自分しかわからないこの感覚や感性というものが仕事に非常にうまく使える、生かされる時ですね。そしてその仕事を通しての人間関係としても、さっき言った少し何か気を使うということはありますが、でもその自分が思っていることを分かってもらえるとか、何か感情的なシェアとしてもいい感じがします。とても満たされてますね感情的に。金田さんいいじゃないですか。だから何かを生み出すとかお金を生み出すとかってそういうことだけじゃなく、仕事を通しての喜びや感覚が満たされている感じがしますよ。ちょっと人間関係見てみますね。はい、ペンタクルスのクイーン、ワンド6、ペンタクルスエースということで、人間関係やっぱいいですね。ここで過去も別に悪くなかったと思うんですけど、ここ年明けてからもなんかもう少し、なんか前は単なるノリで関わったとか、その時のノリとかタイミングでたまたま関わってそれが良かったって感じかもしれませんが、2026年になるともっとそれをしっかりとしたものを作っていこうよ一緒にみたいな、一緒に力を合わせるからこそ何かできるんじゃないみたいな感じがあり、それに対して自分は持ち合わせてるものを全部提供しますよみたいな、そういった気持ちもあるんですよね。でそれに対してだからこそなのか、人間関係って言った時にとてもいい関係性がここから育っていきますっていうふうに言われてるんです。今から育っていく可能性もあるし、まだまだそれがどのように広がるかっていうのは未知ですけども、それはお互いにとってめちゃくちゃ需要になるような感じもすごくあるし、お互いにとってもそれはビクトリー、勝利ですよねということで、とてもいい関係性が育っていくっていう感じですね。
なのでなんか人間関係っていうので見ると感情のシェアというよりはお互いの価値観っていうものが高まり合うっていう感じがして、仕事っていうので見た時にその自分の感性っていうものが響き合うみたいな感じがありますので、どっちにしてもいいですよね。ちょっと恋愛も見てみようかな。恋愛動画もちょっと撮れないのでここで見ときますね。恋愛というとなんかデビルが出てきましたよ。でもまたカップの6が出てきますね。ランド5ということで、恋愛という風なカテゴリーにするとなんだかこだわりが出てきますね。でも深いところではこの1月っていうのは非常に患者の皆さんは喜ばしい出来事がある、感性が満たされるとか嬉しいみたいなのがあり、自分の持ち合わせているものをあげたいんだみたいな感じがあるんですね。恋愛でもまたそれが出てるんです。なので十分だってありがたいなと思ったり、自分が何かをしてあげたいなって思う気持ちもあれば、でもたまにはこんなにしてるんだからもうちょっとこうしてほしいなみたいな、そういう欲も出てきたり、でもそう言いながらも自分は結構忙しいんだっていうことで別のことをやったりということで、人間ですよね。本当にこういう感じ、そういう常にずっとその人のことっていうよりも自分の中でも優しくしてあげたいという気持ちが出たり、自分のことで忙しいちょっと待ってって思ったり、いやでももうちょっとということで相手に不満を持ったりということで、なんだか相手との関係性においての感情っていうのはやっぱり恋愛というものが一番強く出てるなって感じはします。でもちょっともうちょっと見てみようかな。自分が相手に何をこだわっているのかっていうことを把握してみるといいかもしれませんね。やっぱり相手をコントロールすることっていうのは難しいから、そういう意味で自分が何を期待しているのか、何を求めているんだこの人との関係の中でっていうのをしっかり自分が把握しておけば、いずれそれが叶うんですよっていう感じで言われているので、自分の中だけでそのごちゃごちゃしてるのかもしれませんね。はい、ということでこんな感じですが、何かしら良かったよとか参考になったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。最後にもう1枚オラクルカード引いてみますね。感情的に満たされてるからすごい良さそうですけど、はい、このカードが出ましたね。これを見て何か感じることがあればぜひ皆さんも自分の直感を使ってメッセージを受け取ってくださいね。なんかね、セブンチャクラっていうか7つのチャクラがちゃんと通ずるのかな。パワーとかトゥルース、コネクションということで、何かでもこの1月のこの全体を通して始まるっていう感じもあり、扉が開かれるっていうのがあるわけですよね。なので自分の体の中でもパワーっていうものが全部つながっていくのかもしれないし、自分自身の信念っていうものが自分をつないでいくのかもしれないし、何かがなんか統合されるみたいな感じはありますね。はい、ということでここまでにしておきます。ありがとうございました。ぜひ1月も豊かな時間になりますように。最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。